自分の体が動く限りやはりできることはやっぱりやって、仕事のない人は散歩やなんかやりますけど、私はこれが健康のためですのでおはようございます。これが鋼ですね。この鋼をここに入れて、こうやって折り曲げて、小さいのと大きいのの温度差があるんで、まだこれではいきませんね。隙間をもうちょっと少なくします。温度がだいぶ、これでこうやって隙間を少なくして、今度本当にくっつける温度まで上げます。さっきよりも2つの温度差がなくなってきてると思います。これで1000度くらいにまで上げて関節します。今度ここへこれを鋼をこう入れるわけ。こうやって3枚合わせにするわけですね。それで今度また温度を上げて3枚を完全にくっつけるわけです。
下の方は温度上がってよく熱が通りますけど、上の方までこういう層になってる。これをこう返しながら温度を平均に上がるようにします。今温度上がったら仮付けって言って間隔を狭める。こうやってね移動しますんでね、これをこう間隔をこう狭めて隙間を少なくしていくわけです。間接台が流れてくるわけですよね。そうすると隙間がちょっとこう間隔が空くから、それを少し狭くして接着剤が飛ばないようにこう軽く叩いてやるっていうのがちょっとコツがいるところですね。今やったのは昔からの日本のやり方ですけど、子供の頃からもう工場入って手伝いやってたんで、自然と身について、で遊びで作ってたようなものです。それが今こうやって商売としてやっているように。あとは刻印を打ちます。刻印打ってから焼き入れになります。
で焼き入れは終了です。170から80くらいになるまで練って焼き戻し、これが沸騰してくると100度ですね。これがコロコロと転がる温度がその180度目安です。もうちょっとですね。こんな瞬間ですからいいです。これで焼き入れ焼き戻し終わりです。焼き入れの硬さを保ちながら粘りを出すという、粘度を出すという。ここはちょっとはみ出る感じになるってことですか？そうですね。これは一応普通の会社さんですと全部打ち込んでしまうんですけど、弊社の場合もしこう緩みが出たらもう一回打ち込んでもらってもう一度締まるようにと意図的にこう5ミリとか6ミリくらいこう出しているような形にしております。去年の出来としてはどうです？いいですよ。それなりにみんな割れていって、刺さりもいいし割れもいいし、はい。こういう昔ながらの作りをこう息子さんにも引き継いでいってほしいなっていう思いとかはあったりするんですか？それにはこだわりはないです。やはり時代の流れに沿って生活していくわけですから、技術は受け継いでもらっても、それを継続して商売としてやっていくっていうのはまた別ですから。だからいつまでもこういうのが残るってわけでもないと思います。商売としてはそれはちょっと難しいところもあると思います。の方もいい感じするけども、厚みもあるし、これずっと薄くして、そうですね。ちょっとこう伸ばしながらやっていけば大丈夫ですかね。こういうことをやるのは楽しいですか？めっちゃ楽しいです。もう仕事してるんだか趣味してるんだか分かんなくなる時があるくらいやっぱ刃物作るの楽しいですね。せっかく買ってきたけど。
もらってもいい？下手くそなんですね。下まだ塞いでないんだ。いやもう最大よ。あ、塞いだの。最大。煙が出てるだけ。必殺貝殻。カキ殻割ったものをお皿の中に入れてノロの形成を手伝ってもらって鉄を作りやすい状況にするっていうのを今やってます。出た。お、いいじゃん。最初いいな。今日あれ入れとるけんかな。いやー、関係ないっしょ。え？関係ないっしょ。だって殻入れとるけんだろ。今まで3回から入れて関係なかったんだけど。できちゃった。ごめん。いいとこでしてごめん。溜まってたんでしょうね。やってなかったんで。アイスクリーム。ホット、だいぶホット。よ。よっしゃあ、いい色取れた。オッケー。よし、重てえな。
これが金属光沢ですね。一見石のように見えてね、これちゃんと金属なんです。ちょっと青いよね、鉄がね。でこれを今からこのホドっていうんですけど、この炉で温めて、これは粒子の細かい粘土ですね。粒子の細かい粘土を水に溶かしたものです。泥ですね、これね。でこっちが、わらばい、稲わらを焼いたものなんですけど、稲わらを焼くと珪藻分が残るんですよ。要するにガラス質なものなんですけど、鉄の表面にこのわらばいとかこういう泥とかをつけてあげると表面が守られるんですね、保護膜になって。で鉄の芯まで熱が伝わる、これも大事な道具の一つです。火の色がね、最初と比べるとだんだん明るい色になっていくんですね。暗い色から明るい色になっていって、で鉄の中からね、炭素の火花が飛び出してくるんですよ。でそれを見てくっつけるかくっつけないか判断します。温度管理っていうんですかね。よいしょ。これもうくっついちゃうんです、これ。ほらほら。いい鉄ですよ。すごいな。文句のつけどころがねえな。あとわらばいをね巻きます。言ったら焼き芋とかって中まで火通さなきゃいけないって言ってアルミホイルとか巻くじゃないですか。ああいった役目なんですよ、今のわらばいと粘土っていうのは。鉄のね、外の表面の耐火性を上げてくれるんですよね。で中までしっかり熱がかかって折り返して切れ目を入れた部分ですね、そこがしっかりくっつくっていうような原理なんですよ。昔の人ってすごいですよね。特に今回のは全体的にもちもちしてる。
合計で7回か8回とかそのぐらいでやめるんですよねいつも。お刺身とかと一緒であんまり練りすぎても良くないんです。よっ。ソーセージ大丈夫かな。これね、昨日買ってこれ安いよね。安いな。やろ結構ね、火浴びるとやっぱりねすごいね体力持ってかれるんですよね。でもこうやってなんか言ってずっと毎日のように食べるからすごいどんどん横に広がっていく。いやでも2人ともシュッとしてますからね。ほんまですか。嬉しい。いいな。あれこっちの方がうまそう。これひっくり返さんと肉が乾いてきてる。熱い。トングあるよ。何ですか。横着したらいかんな。やけどする。それさっき真っ赤だったやつですか？あ、そうですそうです。すごいな。これからこれですからね。これからこうなっちゃいますから。ここから先を持ち手にね変えていくわけです。まだ伸ばしてないですか。あとちょっと差を調節したり。作ってから短くしようかな。で今のスノベの温度っていうのはもう700度から800度ぐらいの色合いなんで。
で水をかけて叩くと水蒸気爆発でポンとで、そうすると表面のね酸化皮膜が飛んでくれるんです。ここまでは忍びです。でここからが火作りになってきます。で火作りってなってくると今度は包丁の場合っていうのは、まあ、V の字が大体の完成図なんですけども V の字に断面を作っていくんですね。すげえ硬い。それで今の6寸5分ですね。今ねここまで火作りで包丁作る人いないですよ。こうやって鍛造とか火作りとかって言うんですよ。こうやって手槌一本でね叩いて形作るのって。今もうほとんどプレス機でバーンってやったら内行きで10倍ぐらいバラバラって出てくるんですよ。すごいですよね、効率いいですよね。でこうやってあと置いてあげます。鉄って金辺に失うって書くじゃないですか。本当の鉄は旧字体でね、金属の王っていう意味なんですよね。鉄っていうのは字で書く。こうですね。金属の王様なんです。金を失うとは書かないんですよ。縁起が悪いんでね。今の段階では鉄柔らかいんです。焼きが入ってないね。焼きが入ると硬くなってもうヤスリで削るの大変になってきます。
い加熱してます。これはですね、砥石の粉と、粘土の粉と炭の粉が入ってます。なるべく薄く塗っていくんですね。薄く塗ったところっていうのは早く冷えるんですよ。で、分厚く塗ったところっていうのは遅く冷えるんで、それで波紋ができるんですね。こんな感じですね。乾きましたね。はい、こんな感じです。こんな感じですね。今ね、ほんとガラスぐらい硬いんですよ。180とか200度ぐらいなんですけど、でこんぐらいに炙ったらガラスの硬さに粘りが追加されるような。いや、これは出来がいいな。これ刀にしたらすげえ面白いだろうな。マロンちゃんな、今の刀鍛冶の、こういった作刀技法っていうのは基本的には江戸時代のね水心子正秀っていう刀鍛冶が残した書物をね参考に再現してるっていう状態なんですよね。で江戸時代から鉄が変わっちゃったんですよね、すごく。でそれより昔のやり方っていうのが分かってなくって、で今の刀鍛冶のやり方っていうのは江戸時代止まりっていうことですね。でそれがまた親方から弟子に入れてずっと受け継がれてるので、戦後の刀鍛冶っていうのはやり方がほとんど崩れてないんですよ。だからそれを大きく崩さない限りまた昔の刀に近しいもの、別に昔の刀に近しいものを作る必要もないんですけども、まあ実用本位の刀を作ったら、それで性能が良かったらもちろんおそらく出来栄えもついてくるんでしょうね、一緒に。だからあれだよね、刀としての本質を求めて作った結果、古刀のような刀になるっていう感じだよね。そうだね。でやっぱり包丁って実際使うんですよね。だから包丁で切れ味がいいとかそういった話になってくると、当然刀で作っても切れ味がいい実用的なものが作れるってことなんで、やっぱりこの、ただ単にね商売として包丁作ってるっていうよりは、そういったところも含めて、あとやっぱり
この文化を触れ合うにあたって日本刀ってちょっと壁が大きすぎるんですよね。やっぱりいきなり初心者の方がじゃあ日本刀買おうってならないんで、どうしてもこういったところからね、身近な使うものからちょっとでも文化触れてってもらって、そこからね少しでも買わなくてもいいから日本刀知ってもらえたら、日本刀につながる今度は職人さんを知ってもらえたらって思ってますね。ほら涼しいよ。今ので何個ぐらい入ってるんですか10枚、20から25ぐらいになる。で、20キロぐらいになる。これはツタ。
力かなり使うんじゃないですか。いや、そんなでもね、本当ですか。これで終わりだと思っちゃうとよ、全然楽だよ。ああ、じゃあこれで終わりですから。俺もさ、もうこの階段がまだ上がれるから、上がれなくなったらリタイア。結構急でしょ。もう鍋を叩くセンスもなければもう全然ダメだったんですけど、でも鍋を叩けるようになれって言われて、で、おじいちゃんに言われて鍋叩いてたんですけど、やっぱり今のその教えてくれた職人さんもいるんですけど、やっぱりもう社長の息子だからみんなあんまり言わないんですよ。なんかダメとか。1年ぐらいかのやつで、ずっと叩いて、ある時パッと気づいたらもう端っこの方に鍋がみんな山になってて、僕が全部失敗したやつだったんですよ。で、僕がいない時に叩いてみんなで直してくれてたらしいんですよ。そうだからもうそれをこう聞いた時になかなかちょっとこう気持ちも切り替わったかなっていう感じはしますかね。
穴を開ける。最初にこのパイプのところを溶接します。それは何ですか？これは半自動溶接機っていうんですけど、調整のやつですね。これは肉眼で見ちゃうと目開けてやばいんで、やばいです。本当ですか？
って乾いた状態にしないと、つきが悪いわけですね。つきが悪くなる。はい。こうなってくると、これでもう表面についてるわけです。日の当たるところを薄くしてる。日の当たる場所だけ約半分ぐらいになるのかな。チャーハンがパラパラになるよね。他には要は金型がないから、その使う人の要望に応えられるってこと。板の厚さにしても深さにしてもサイズにしても。だからうちはお鍋関係、こういう湾曲とかそういうのに関してはうちはプロだから、親父の代からね、周りの人に助けられてもらってるっていうのを見てるから、だから自分も同じことをしようって考え方です。だから物事、困ってる人がいて相談した時に断らないで、引き受けるっていうのがそういうことなんですね。その人それで困ってんだから何とかしてやろうっていう考えを持つわけですよ。